母さん、やっぱり俺、整数マスターの夢、諦めきれないよ。私も少し言い過ぎたわね。あんたがそこまで言うんだったら頑張ってみなさい。でも、お父さんにはちゃんと言うんだよ。うん、わかった。ありがとう、母さん。はい、ということで今回こちらを見ていきたいと思います。こちら神戸大学で出題された問題です。x3 乗足す 2x 乗プラス2イコール0は有理数解を持たないことを示せ。こういった問題を考えていきたいと思います。今回は証明問題なんですが、何を示したいのかっていうと、有理数解は持たないよということを証明したい。この3次方程式解くといくつか解が出てくるんですが、その中に有理数の範囲にあるものはないよってことを証明したいんですけど、ただ、ないよってことを直接証明しようっていうのは大変なので、それをうまく回避したいわけです。証明法の中で間接的に示す方法の一つとして、配理法というものがありますので、今回はこの配理法を使って証明していきたいと思います。有理数解を持たないよってことを直接証明するのは大変そうなので、じゃあ、有理数解っていうのを持つというふうに仮定してあげようと。有理数解を持つと仮定して議論を進めていき、最終的に矛盾、つまりおかしなことが生じるよというような、そんな結論が出てくると、じゃあこの仮定が誤りだったよねと。じゃあ有理数解持たないよねということで証明ができますよと。こういった配理法というものがありますので、ここでは有理数解を持つと仮定して、最終的にゴールとしては何か矛盾を導いていこう。こういった配理法で示していきたいと思います。じゃあとりあえずこの配理法の一歩目、有理数解を持つというふうに仮定したわけなんですが、このまま言葉の条件っていうのをそのまま扱っていくっていうのは大変なので、もうちょっと扱いやすい形、以前も登場しましたが、この条件っていうのはちゃんと式化して扱いやすい形にしてあげたいと思います。とりあえずこの有理数というふうに言われているので、これを式で表そうと思うんですが、有理数の定義っていうのは何か整数分の整数で表される数のことでした。なので P を整数として P 分の9というふうに表してあげたいと思います。じゃあこういう P 分の9という解を持つというふうに仮定したいんですが、このまま進めていってもいいんですが、今自分で PQ っていう文字を置いたので、この PQ の条件何があるかなっていうのを考えてみたいと思います。例えばこれって、例えば P が4で Q が6、4分の6っていう分数を考えてみようと思うんですが、これ整数分の整数なので有理数なんですが、これわざわざこう表さなくても、あらかじめ約分して2分の3というふうに表してあげれば、別に P が2、Q が3の瞬間っていうのを考えてあげることによって、4分の6っていうのももう考えちゃっているよと。だからこれもし約分できるのはあらかじめ約分した形を考えてあげれば十分じゃないかと。つまり P と Q っていうのは互いに素というふうな条件。最大公約数が1だよという条件を加えてあげても別に問題はないんじゃないかなと。もしそうじゃない状況を考えるときには、約分してあげた形っていうのを考えてあげれば十分なので、P と Q っていうのは互いに素というふうにしても、すべての有理数っていうのを表すことができるよと。ただこんな感じで PQ の条件っていうのをつけてあげて、他には、例えばマイナス2分の3。当然有理数って負の有理数っていうのも含んでいるので、負の数っていうのも当然有理数なので、じゃあマイナス2分の3。これを表そうっていうときに、マイナス2分の3というふうに表すのか、2分のマイナス3というふうに表すのか。ですね、P がマイナス2、Q 3というふうにするか、P を2、Q をマイナス3というふうにするか、2通りの表し方があるんですが、この場合どっちでもいいので、例えばこっちを採用しようと。もうちょっと正確に言うと、分母は常に正だよと。もし負の有理数を表したければ、Q を負というふうにしてあげればいいんじゃないかなということで、P を正というふうな条件を加えて、あらかじめこういう条件を与えた上で議論を進めていきたいと思います。で、こういった条件をあらかじめ与えておくことによって、これも条件の一つとして使っていくことができるので、自分で置いた文字 PQ に対して、あらかじめこういう条件を与えられるときには最大限与えた上で議論を進めていくといいと思います。はい、とりあえずこれで有理数っていうものを式で表すことができました。あとはこういったものを解に持つっていうのもちゃんと式で表していきたいと思います。方程式の解であるよっていうことは、これ代入したら成立するよと。P 分の Q、これ X に代入したら成立するよということが、これ解に持つということの定義だったので、代入していきたいと思います。X に P 分の Q 代入して P 分の Q の3乗。2×P 分の Q の次乗。足す2イコール0。とりあえずこれでこの仮定っていうのを完璧に式で表すことができたので、あとはこの式っていうのを眺めてあげれば OK です。じゃあこの式をいろいろ今からいじくっていきたいと思うんですが、これまだ分数が残っているので、一旦分母を払いたいと思います。分母 P3 乗というのは登場しているので、両辺に P3 乗をかけてあげると、ここは P3 乗分の Q3 乗なので、Q3 乗。もともと P っていうのは分母に2個なので、1個余り2倍の P、Q 次乗足す 2P3 乗イコール0。とりあえず両辺 P3 乗かけて分母を払って、整数の間の関係式というふうな形でこういうのを出すことができました。なのであとはここの条件とこの関係式っていうのを使って最終的に矛盾を導きたいよと。
じゃあどういうふうにやっていけばいいのかということなんですが、整数問題を解いていく上でのエッセンスはこの3つでした。積の形を作成して約数倍数に注目するか、余りに注目するか、範囲に注目するかのどれかを頑張って駆使していって、最終的に矛盾を導いていきたいと思います。じゃあ今回 PQ の条件何があるのかっていうと、この条件っていうのがあります。P と Q は互いに素で正であるよと。特にこの互いに素っていう条件が使えそうな気がするわけなんですが、この丸1番、積の形を作成して約数倍数に注目する。互いに素っていうのは最大公約数が1ですよっていう条件なので、それを使うために、じゃあこの積の形を作成して約数に注目する処理をするんじゃないか。この丸1番使えそうじゃないかなということで進めていきたいと思います。実際これ Q を持っているのは2つこうあって、P 持っているのは2つあるので、積の形を作ることができそう。じゃあ P でくくってあげれば、Q3 乗足す P29 次乗プラス2イコール0。これ移行してあげれば、Q3 乗イコールマイナス P の29次乗プラス2個 P 次乗ですね。P でくくってあげると29次乗足す 2P の次乗イコール0。これ移行してあげれば、マイナス P の29次乗足す 2P の次乗というふうになって、とりあえずこれで積の形に直すことができました。じゃあこれ、約数に注目したいと思うんですが、P っていうのを主語にしたいと思います。P っていうのは、Q3 乗の、約数ですよと。この積の形から、P っていうのは Q3 乗の約数であるよってことがわかります。さらに今回、正だよというふうに言っているので、これ正の約数だよということがわかり、さらに P と Q は互いにそうと。こういった条件があるんですが、Q3 乗の約数の中で、なおかつ Q と互いに素となるようなもの、それ何があるのかということなんですが、それっていうのは特に正の範囲だと1しか考えられません。もし Q の要素は何かっていうのに P が一致しているんだとすると、それは P と Q が互いに素であるよということに反してしまうので、あり得るのはプラマイ1。なおかつ正というふうに言っているので1しかあり得ないよと。だから今回この条件から P イコール1っていうのを出すことができ、じゃあこれ P イコール1っていうのを代入してあげれば、Q3 乗足す29次乗プラス2イコール0と。で、P の値っていうのは確定したので、これで Q だけの式に直すことができました。ちなみに今回 P イコール1ってどういうことかというと、有理数解を持つというふうに仮定したこの分母が1だよと。1分の9。つまり有理数解を持つんだったら、それはもう整数解になっているよということがここから言えるわけです。こういった問題っていうのも結構よく出てくるわけで、何か有理数解を持つんだったらそれは整数であることを証明してください。そういった問題においても今やったのと同じようにやってあげれば証明することができたりするので、一応そういった時にも今と同じように対処してあげればおしまいです。はい。とりあえず今回は P イコール1というふうに出てきて、こんな関係式が出てきたんですが、最終的には矛盾を導きたいよと。これも Q の3次方程式なので、いろんな処理仕方があると思うんですが、例えばこれ Q 整数というふうに言っているので、じゃあ再び積の形を作成していきたいと思います。これ Q 次乗でくくってあげると、これ Q プラス2で最初の2つくくることができ、あとは2を移行してあげると、マイナス2というふうになるよと。これかけてマイナス2なので、これっていうのはマイナス2の約数。候補としては 1× マイナス2か、2× マイナス1か、マイナス 1×2 か、マイナス 2×1 かの、この4パターンしかありえないよと。マイナス2の約数っていうのは1、2かマイナス1かマイナス2かの。ただ今回左側の方、Q 次乗というふうに見てあげると、何かの次乗というふうになっているので、当然、この Q 次乗っていうのは、0以上の数ですよと。一応これ範囲に注目したわけなんですが、0以上の数なので、この下側の2つっていうのは考えなくていいよと。さらにこれ Q 次乗って平方数なので、2っていうのを、95を2というふうにすると、ルート2とかになって整数にならないから、この下側の3つっていうのは結局調べなくて OK と。つまり、今回は、この1パターンしかありえなくて、Q 次乗っていうのが1、Q 足す2っていうのがマイナス2。じゃあ上の方、Q イコールプラマイ1であり、なおかつ Q イコールマイナス4と。これは勝つなので、Q イコールプラマイ1のどっちかであり、なおかつ Q がマイナス4というふうになってほしいんですが、こんなものっていうのはないよと。なので今回こういったものは存在しないので、こういうふうなものがあるというふうに仮定したことに矛盾が生じているよと。これで証明することができました。はい。ということで今回は有理数が持たないことを示してくださいということだったんですが、直接示すのは大変そうなので配理法で示していきました。そのために、とりあえず結論の否定、持つというふうに仮定してあげて、あとは式化していくよと。必要な条件っていうのを与えていくよと。あとはここまでやってあげると、あとはこの整数問題のエッセンスの話に帰着されるので、あとはその処理をしていけばいいよと。こういった話でありました。はい。ということで今回はここら辺でまた見てください。バイバイ。